皆様本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。ここからは株式会社全部ジャパン様と株式会社ディアワンにてサブスクの成長加速 LTV 最大化に必要な顧客解像度の上げ方とはと題しまして、全部様の提供しますおいしく健康になれる新しい主食全部の定期購買を訴求するサービスの成長のためにどのようにコンテンツスクエアを利用されているのかについていろいろとお話をお聞かせ願えればと思っております。それではまず全部ジャパン和田様から自己紹介お願いできますでしょうか。はい、全部の和田です。よろしくお願いします。私はですね、全部って2019年からスタートしたんですけども、2016年ぐらいから参画をしておりまして、もうかれこれ10年全部に携わってます。で、2022年からダイレクトチームっていうことで販売サイドで事業拡大に取り組んでまして、広告、CRM、顧客分析、モールフルフィルムシステムデザイン、サイト等々やらせていただいてます。趣味は野球でちょっと日焼けをしてますけども、よろしくお願いします。はい。で、全部の簡単に紹介をさせてもらいます。全部ミツカングループ1804年創業なんですけども、やがて命に代わるものをミッションとしてさせてもらいまして、人や環境への負荷が少なくて美味しさと体にいいを共に叶えるウェルビーイングの新しい食生活の実現を目指す事業ということでスタートしている次第でございます。はい。で、全部の紹介の2枚目です。左の方がですね、全部を使ったメニュー、右が全部の商品を紹介させてもらってまして、ライフスタイルの提案をさせてもらってます。全部今の自社のサイト、モールを販売の中心にさせてもらいまして、最近ですとコンビニさんやスーパーさんで販売をさせてもらっております。で、自社サイトはビジネスモデルはサブスクになっておりまして、もう自社サイトで買ってもらう 95% 以上は定期購買をしてもらってます。今の全部50商品ぐらいのラインナップがあるんですけども、特にパンやヌードル、こういった食頻度の高い食をサブスクの中心として今お商売させてもらっている次第でございます。今日はよろしくお願いします。和田さんありがとうございます。続いて小島さん自己紹介お願いいたします。はい、ディアワンの小島と申します。グロスマーケティング部のアナリティクスユニットというところに所属しておりまして、コンテンツスクエアの実装や分析支援ですね、あとウェブサイトの改善の PDCA コンサルティングなどデータ活用のコンサルタントとしてですね、クライアントの課題の解決に当たっております。全部様をご担当させていただいております。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。少し小島の所属しています株式会社ディアワンについても説明させていただければと思います。弊社、NTT ドコモグループの会社、現在14期目の会社となっておりまして、事業としては大きく3つございます。1つがアプリ開発ですね、バース事業でして、こちらの方でいろいろなお客様の公式アプリ等々担当させていただいております。2つ目が、データドリブンの事業グロースというものを支援するグロースマーケティング事業というものをやらせていただいております。そして3つ目がリテールメディアプラットフォームアルタナというものを運営させていただいております。今日のセッションにございますようにグロースマーケティング事業で全部様のご支援というのをさせていただいておりまして、データの統合から分析、実際の施策のご支援のツールであったりですとかコンサルティングまで行わせていただいております。本日はこういった形で支援事業の経験も含めてお話しさせていただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。最後に長々と話しておりますけども、私、株式会社ディアワンのマーケティング部ゼネラルマネージャー松田と申します。改めてよろしくお願いいたします。ではここからなんですけども、和田様2025年1月からコンテンツスクエア導入いただいておりまして、約半年ほど経過したかとは思うんですけども、この導入前に抱えていた課題であったりですとか、どういったことを目的にこのコンテンツスクエアの導入を決断されたのかというところからお聞かせ願えますでしょうか。わかりました。まず全部はミツカングループっていうこともありまして、2つの原点として買う身になって真心込めて良い品をっていうことと、却下証拠に基づく現状否認の実行っていうことが2つの原点としてあります。これ社外の方に分かりやすく説明すると、左の方が相手の身になって考える、右の方が前提条件を疑ってみるっていうことで、もうまさに顧客起点で仕事を進めましょうよっていうことを日々、心に留めて進めている次第ですと。
そんな中なんですけども、コンテンツスクエアさん導入の前っていうのはそういった顧客起点っていうことを掲げておきながら、もう本当に実際の行動を定量定性データを推測するしかなかったっていうのが問題点でした。本当に定量情報として行動の兆しのクリック数とか購入率とか訪問数とか売上データ、こういったものはよく見てますし、右の方のお客様の声訂正情報としてアンケートとか VOC とかインタビュー、こういったものも非常によく見てました。ただそれを真ん中につなぎ合わせる実際の行動が本当にまだちょっとブラックボックスだなと思ってた次第ですと。なるほどですね。ありがとうございます。このあたり、実際の行動というところがやはり解像度がなかなか上がりきらないというお話かと思うんですけども、このあたり小島さんいろいろと導入支援されていく中で、他の企業様ですとどういった課題感ですとか、どういった目的で導入されているとかってありますでしょうか。あります。はい。やっぱり同じようなこういった課題抱えていらっしゃるクライアントさんすごく多くてですね、実際の行動を見ることはできてもそれにすごく時間がかかっていたりとか、やっぱそういったデータ分析におけるその環境面ですね、そこに課題を抱えているクライアントさん非常に多いんですけれども、やはりこういったクライアントさんにはコンテンツスクエアすごいマッチするかなと思いますね。なるほどですね。やはり多くの会社さんでこのあたりのお客様の解像度であったり、どういった行動をされているのかというところがこうなんですかね、皆さん課題に持たれていたというところで、実際に今導入されて半年経過というところなんですけども、どうですかねって聞き方もあれなんですけども、実際に導入して課題解決のところの進捗具合とかお聞かせ願えますか、和田さん。そうですね、このハテナが埋まったっていうところでございまして、ついに実際の体験が見えるようになってきたっていうこと、見えたっていうわけじゃなくて見えるようになってきたっていうことで、まだ発展途上であるんですけども、非常に改善の効果は見えてきてるなと思ってまして、何が起きたのかが分かる状態になったので、なぜ起きたかが分かるように進化してきたなっていうふうに思ってます。特によくサイト作りはスーパーのお店作りと例えるんですけども、例えば昔までだったらカゴに入れたっていうところまでは分かってたんですけども、じゃあカゴに入れなかった人が本当に商品を無視したのか、他社の商品を買ったのか、商品を買おうとしたけども商品のラベルを見てやめたのか、何が原因でやめたのかっていうところも全て分かってきているような状況になってきたかなっていうふうに思ってます。なるほどですね。具体的にどういった機能を使うことでこのあたりの間を埋められてきたんですかね。特にコンテンツスクエアさんのジャーニー分析、左のジャーニー分析って言われるものは本当に例えば商品のトップに来て、その人がサイト商品詳細に行ったり商品一覧に行ったり、それがまた戻ったりっていうような流れが見えるジャーニー分析と、真ん中の下にあるゾーニング分析っていうのはもう本当にヒートマップの進化版だなっていうふうに思ってまして、例えば買った人と買ってない人、停止した人と停止しなかった人の人による比較もできますし、単純にタップ率だけじゃなくて魅力度とかそこから得られる収益っていうことも分かるようなゾーニング分析、あとセッションリプレイっていうのは本当に N1 分析で、そのお客様がどういう動線をたどって、買い物をしてくれたのか、またはやめちゃったのかっていうような見るものを非常に徹底して使っているので、この実際の行動が把握できるようになったなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。こういった各機能を使うことで本当まさしく定性のお客様の動きと定量的なところの間がちょうど埋めることに成功しつつあるっていうのが現状だと思うんですけども、ではここからその埋められたというところですね、お話いろいろと聞いていければと思っております。実際に顧客の解像度がどう高まって、どういった改善に結びついたのかという視点で事例についてお聞きできればと思っております。まずなんですけども、全部様においては、どういった部署の方が、どんな KPI をもとにこのコンテンツスクエアというものを活用されているんでしょうか。はい、僕らはやっぱりサブスクビジネスになりますので、特に顧客獲得、あとリピート継続、顧客サポート、この3つの領域で使ってます。で、なぜやってるのかっていうと、お客様の理解とか期待効果のところでございまして、これは本当に一般的な KPI かなっていうふうに思ってます。例えば顧客獲得でしたら新規顧客の向上でしたり、ロアスの改善もそうですし、リピート継続のとこですと単価アップとか継続率の向上もそうですし、顧客サポートになると本当にサポートコースの改善とか
自己解決率の向上っていうふうになるかなっていうふうに思ってます。で我々の組織に当てはめた時に顧客獲得のところは新規獲得のデジタルセールスチームっていうところが担ってくれてますし、リピート継続と顧客サポートのところにおきましては事業企画、ここで CRM とか顧客分析とかサイト運営をやっているチームとカスタマーサポートのチームが連携してやっている次第でございますと。でここからがちょっと少し特徴的なのが、そこにプラスしてこのコンテンツスクエアさんを社内に付縁するチームみたいなものを作ってまして、スーパーバイザー的な存在を2、3名アサインし、何かコンテンツスクエアさんに関わることがあればこの人に聞け、例えば社長も何か聞きたいことがあったらこの人に聞けっていうようなこともやってたりしますし、あと非常に助かっておりますのはコンテンツスクエアさんとかディアワンさんのサポート体制がめちゃめちゃ充実してまして、何かあったらすぐ聞いてすぐ回答してくれて、本当にお世話になってて助けられてるなっていうふうに思ってます。すごいありがたいお言葉本当にありがとうございます。こうやって見るとこういったコンテンツに対してかなり広範のチームで取り組まれてますし、社内的なエヴァンジェリストといいますか、付縁される方々もいらっしゃるというところで、最初からかなりリッチな体制で始められているかなと思うんですけども、結構和田さんの目の届かない方とかもいろいろいらっしゃる中で、この社内の評価みたいなところですね、皆さんの声とかってなんかどういった声がすでに上がっているとかってありますでしょうか？そうですね、使って半年なんですけども、例えば CEO に個人の感想ですっていうことであくまでも言ってもらったのが、スピードが10倍ぐらいになってますっていうことを言ってくれてますと。で私も同じような感想を持ってまして、これなんでって因数分解していくと、例えば今までだったら上の人がこれやったらあれやったらっていうことがなくなって、コンテンツスクエアさんがこうなってるからこう改善したらいいんじゃないのっていうようなことになったりですね、それに伴って本当に勝率も上がったなっていうふうに思ってまして、10倍ぐらいになってるなっていうふうに思ってますと。で最初はコンテンツスクエアを使い倒そうっていうようなことでスタートしたんですけども、やればやるほどお客さんの反応が見えたり、成果が出てくるので、今ではコンテンツスクエアさんで仕事が楽しいねっていうような感じになってきてるなっていうのも僕自身は非常に大きいなと思ってますし、非常にこれなんか珍しいなと思うんですけども、ツール名を活用部門以外でも結構知ってるツールって本当に珍しいなと思ってまして、例えば開発している R&D もコンテンツスクエアっていう名称は知ってるとかですね、なんか最近だと打ち合わせとか結構上層部の打ち合わせとかでも困った時は合言葉なんか、そこはコンテンツスクエアでやりますよって言われ、なんとなく許されるような雰囲気になってきてるなっていうふうに思ってます。なるほど、めちゃくちゃたった半年で浸透して、なんていうんですかね、こう皆さん認知も高まっているっていう状態なんですね。やはりこの辺って小島さんから見てもやっぱこうコンテンツスクエアさんってこう社内浸透って早いもんだったりするんですか？すごく早い方のツールだと思いますね。こういったソリューションやプラットフォームを入れてもですね、定着しないって例多くあると思うんですけれども、コンテンツスクエアはすごく定着が早い方だと思います。特にこのコンテンツスクエアで仕事が楽しいっていうところはもうそれをお聞きできただけでも我々本当に私としてもすごく嬉しかったですね。なるほどですね。きっとこのあたり、導入して早い段階でこうスモールサクセスが積み上がっていくとか、皆さんにとってのこう実感値が積み上がっていったからこそだと思うので、よりここから事例について詳しくお聞かせ願えればなと思ってるんですけども、特にまずはこのアクイジション領域ですね、サブスクビジネスで重要なアクイジション領域におきまして、こうどういった事例ですとか成果があったのかというところをお話聞かせてもらえますでしょうか？わかりました。ちょっと直近やらせてもらったサイト改善でサイトのトップのリニューアルをしたので、その事例を持ってきました。本当にこれ先週やったところの出来たてほやほや案件になりますと。でこれも本当に4月ぐらいですね、コンテンツスクエアさんがある程度使えるようになってきたので、いろいろ直したいねっていうことが出てきたので取り組んだ内容になってます。でサイトトップ来た人の直帰率が 25% で、初めて来た人には分かりにくいんじゃないっていうような問題認識を持ってましたと。でちょっと今だから言えるんですけども、7月5日先週の末からテレビ CM を入れさせてもらうっていうことが分かってましたので、もう本当にそこでお客さん非常に多く来てくれるんだなっていうことがあったので、そこまでになんとか改善しようっていうことで取り組んでた次第でございますと。
でもう少し深掘りして見ていくと、先ほど説明したジャーニー分析なんですけども、例えばこれ同じ色は同じような遷移先を示してまして、例えば全部ヌードルのページに来た人が商品詳細に行き、その商品詳細に行った人がもう一回全部ヌードルに戻るっていうような、同じ色を行ったり来たりしてるっていうことが非常に大きいなっていうふうに見えてきまして、これは弊社ではサンドイッチ状態って呼んでるんですけども、本当に行ったり来たりしちゃってる、つまり迷ってるお客さんが非常に多いなっていうことが分かってきましたと。でさらに分析を進めると、これちょっとちっちゃくてごめんなさいと、ゾーニング分析で左の数値の方がサイトに来てくれて買った人で、右の方が買ってくれなかった人を示してるんですけども、それも深く見ていくと、全部ブランドってそもそもどんなブランドなのとか、いろいろなセットがあるけど何が違うのとか、こういった非常に迷ってるなっていうような数値が非常に見えてきたので、これはやっぱり改善しないといけないなっていうような非常に問題認識を持てましたと。で、結局左を右に持っていったんですけども、やっぱ初めて訪れた人にやっぱり迷わない動線にしないといけないなっていうことで、リニューアルする前は例えばサイトトップに来てスタートセット、ブレッド、ヌードル、チップス、商品一覧っていうふうに非常に迷路上の動線になってたなっていうふうに思ってますと、これが右の方に非常にシンプルにすることによって、全部ブランドをよく知ってもらって気に入った商品を買ってもらい、購入完了に至るっていうことに非常にシンプルなジャーニーに持っていくことができたなっていうふうに思ってます。なるほどですね。実際に、よくシンプル化みたいなお話ってあるとは思うんですけども、じゃあどう具体的にシンプルにすればいいのかとか、本当にシンプルにしたらそれが解決するのかっていうところが、このコンテンツスクエアでお客様の実際の動きが分かったことで、その手段というところ、方針というところがちゃんと取れたっていうところですよね。他に小島さん、こういったアクイジション領域っていうところで、他の会社さんとかではどういった使い方をされているとか、示唆とかってあったりとかしますか？そうですね。やっぱり広告獲得だとやっぱ広告 LP とか、あと広告からの飛び先になっているトップページや商品詳細ページの改善でよく使われているかなと思います。ゾーニング分析なんかでいうと、ページの下の方にあってユーザーに刺さってるコンテンツとかっていうのが分かるようになるんですね。そういったところを把握して上に持ってきたりとか、そういったことで LP の改善、よくそういったことをブラッシュアップするのに使われていると思いますね。なるほどですね。ありがとうございます。こういった形でかなりアクイジションというところに対して結果を出すことができたというところは、ユースケースからも分かったかなと思うんですけども、続いてこのじゃあ加入していただいた後ですよね。そのお客様の体験作りですとかでコンテンツスクエアをどのように活用されたのかという事例もご説明いただけますでしょうか。わかりました。マイアカウント、こちら非常に定期便ユーザーの方々がですね、例えば定期の商品の組み合わせを変えたり、例えば停止とかスキップをしたりですね、継続率とか単価とかお客様満足に非常に貢献している場所でございますと。でこれも2月左がビフォー、右が5月のアフターということで、3ヶ月間コンテンツスクエアさんを使って改善を取り組んできた、前と後を示していますと。で何したのっていうと、まずマイアカウントのトップでいうと左を右にしましたよっていうことなんですけども、例えば1番全部でその左の上にバーガーメニューがついてるんですけども、これをなくしましたと。なんでなくしたのっていうと、このバーガーメニューに行った人がまた行ったり来たりで戻ったりしてますし、このバーガーメニューが例えば定期のお客様が見たくないような動線も載せてたりですね、非常に非効率だなっていうこと。あと2番を消すことによって3番の幅が広がったなっていうふうに思ってまして、例えばこのそもそもマイアカトップって定期便を編集するためのゾーンってあるんですけども、例えば3番右の方の CTA が載せてあるんですけども、これが最初のファーストビューで見えないっていうような問題点の改善にもなりましたり、例えば最終的には4番の下の方にポイント、注文履歴とか読み物、お客様情報っていうことで、このマイアカトップに来てもらったお客様がやりたい行動がもう分かりましたので、もうそれをもう端的に載せてあげようっていうことで、非常にお客様が迷わないような動線にも持っていくことができたなっていうことを思ってますと。
でさらに毎夜詳細っていうような、これ本当に定期便の編集をするところなんですけども、こちらの方も同様にバーガーメニューの1番を消してあげたりですね、2番左のビフォーを見ていただくと、これ毎夜の定期便でいろいろな商品の組み合わせをしてほしいところにもかかわらず、映ってるのってスキップをするとか日付変更だけですよと。一方でこれも2番のようにスペースが出てきましたので、そもそも商品を組み合わせができるんだっていうことを見えるようにしたりですね、やっぱり3番お客様非常にポイントっていうことを気にしてくださってますので、それも見える化できるようになったかなっていうふうに思ってますと。でさらにこの定期の毎夜って停止とかスキップとか非常に継続率にもつながる部分だったので、ここの改善にも着手できたかなっていうふうに思ってます。これ1個の事例なんですけども、例えばスキップをしようと思ってスキップのモーダルを開きました。その方が結果的にはスキップをした人とスキップをしなかった人、あとスキップしなかった人もそのまま停止に行っちゃった人、こういったような3つのセグメントで比較して見えることができますので、一番望ましいスキップの画面開いたけどスキップしなかった人をなんでっていうことを深掘ることによって、そういった動線にも変更できたかなっていうふうに思ってますと。例えばステップ1でおすすめ情報でこんな商品に組み合わせできますよっていうようなご案内をしたり、ステップ2でですねお客様がいろいろ見てくれてるレシピのご提案をすることによって家庭内消化を減らしてスキップを防ぐっていうようなことにもつながったかなっていうふうに思ってますと。ただこれ面白いのが、ステップ2でゴールではなくてステップ2をやればさらにやりたいこととか、ここ直したいなっていうことがまた見えてきますので、ちょっと終わりがない戦いじゃないですけども、常に PDCA の連続につながってるなっていうふうに思ってます。そうですよね。やはり一回直しておしまいではないと言いますか、このマーケティングという仕事からも考えていくと、どうしても改善を常に積み重ねていくっていうところだと思いますし、それが一回じゃあ改善をして、でもその改善結果に合わせてさらにコンテンツスクエアから示唆が出てくるというところで、どんどん複利的に効果というのが積み上がっていっているっていうのが今っていう感じですかね。ありがとうございます。じゃあここまででかなりコンテンツスクエアによってこのお客様の解像度が高まり、まさしくタイトルの通りビジネスが加速しているというところだとは思うんですけども、全部様としてこれからどういった展望ですとか、どういった形でコンテンツスクエアを活用されていきたいですとか、そのあたりの展望についてお聞かせ願えますでしょうか。わかりました。ありがとうございます。もう本当に全部はお客様と共に成長を続けていきたいなっていうふうに思ってます。お客様からいただいた声だったり、お客様からのフィードバックを改善につなげ、それの改善効果をお客様が実感してくれることによって、単価とかいっぱい買ってくれたり、長いこと続けてもらえるっていうような、今日のセッションでいうと相思相愛の関係性を使うっていうことが本当に LTV の向上につながるなっていうふうに思ったりしてます。これ事例なんですけども、例えば週刊全部っていうコーナーでお客様からいただいた声だったり、コンテンツスクエアさんで見られた改善点を直したことをどんどんお客様に発信をしていってます。例えばマイアカウントが見やすくなりましたよとか、レシピが見やすくなりましたとか、商品情報が見れるようになりました。これお客様からいただいた声を本当に反映して、それが結果的に単価のアップとかにつながっているというようなことで今進めている次第ですと。でこのいい循環を本当にコンテンツスクエアさんの活用によって加速することができるなっていうふうに思ってますので、それでどんどん回していきたいなと思ってますと。そうすると組織的にも本当に人の成長にもつながるし、組織の成長にもつながりますので、売上だけじゃなくてお客様の満足も高めることができますし、全部の組織力の向上にもつながるなと思って取り組んでいる次第でございますと。でちょっと最近この CSQ っていう言葉がずっとコンテンツスクエアっていうことだけで使ってたんですけども、組織の中では例えばカスタマーサポートのクオリティだっていう人もいれば、
カスタマーのサティスファクションのクオリティって顧客満足の品質がアップするっていう風にダブルネーミングで使ってくれてるっていうことも非常に僕自身はなんか嬉しくて、どんどんやっぱ使い倒して結果的にそれで楽しくやっていこうっていうことを最初言ったことを、どんどんこのまま継続してやっていければなと思っている次第です。そうですね、本当にたった半年でこの CSQ という言葉にいろいろな意味がさらに生まれて、もう完全なる定着という状態になってきたという話かなと思っております。ここからさらにこの輪をどんどん回していくというところで取り組まれるというところだと思うんですけども、実際ここまで全部様の事例をお聞きしてきた中で、改めて多くのサブスクビジネスなどを支援されている小島さんから見たときに、このサブスクビジネスの成長において必要な要素であったりアクションアプローチについて考え方などお話しいただけますでしょうか。はい、サブスクビジネスをさらに加速させるというところでプロダクトアナリティクスという考え方が、もう徐々に広まっております。コンテンツスクエアもですね、プロダクトアナリティクスという機能がついているんですが、まずそのプロダクトアナリティクスとはからご説明させていただきたいと思います。このスライドにあるように、獲得領域、一番左の獲得領域ですね、その後収益化して継続利用する、この一連の流れですね、このサービスや製品を成長させる目的で、一気通貫で行う分析のことを指しております。で、従来の分析とプロダクトアナリティクスの違いですけれども、従来のコンテンツスクエアで行っているような分析は、左下のこのグレー色のところですね、いわゆるセッション軸での深い分析になっていたんですけれども、これをですね、さらにパワーアップさせて、顧客軸でセッションとか、あとはデバイスですね、ユーザーが利用しているデバイス、PC やスマホの横断したような顧客軸での分析というところが大きな違いとなってきています。この顧客軸での分析ですね。そしてそのなぜプロダクトアナリティクスが必要かというところなんですけれども、やはりこの市場競争の激化が挙げられると思います。どういった業界であってもですね、競争というのがありまして非常に激しくなっていると。そこで勝ち残っていくためにはユーザーを深く理解することが必要ですし、深く理解するためにデータが必要ですし、そのデータに基づいた意思決定というのが必要となってきて、こういった環境からですね、プロダクトアナリティクスというのが必要となってきています。コンテンツスクエアのプロダクトアナリティクス機能ですけれども、マーケティングに必要な情報をスピーディーに分析できる、なんとか今日もキーワードで上がってますようにユーザーの解像度を上げるというところですね。一番左にあるようなデモグラの情報ですね、年齢とか性別とか趣味思考からさらに一歩進んでアクセス情報ですね、どこから来たのとかどこを見ているのみたいなところで、さらに一歩深めてですね、ユーザーの行動情報、これは継続利用しているユーザーってどういう行動をしているんだろうとか、 LTV が高いユーザーと低いユーザーを比較してですね、サービスをどのような使っているんだろうといったところですね、こういった分析がスピーディーに実現可能になっています。サブスクビジネスにおけるプロダクトアナリティクスですが、これはコンテンツスクエアのプロダクトアナリティクス機能の一部ですけれども、キャプチャーで載せています。サービスを継続しているユーザーなど、そのターゲットするユーザーの行動特徴が把握可能になるんですよね。これちょっと、一部例を載せていますけれども、これはカテゴリー数の違い、購入しているカテゴリー数によって継続率が違うよといったグラフになっているんですが、商品で、1カテゴリーのみ買っている人ではなく、1カテゴリーだけ買っている人と2カテゴリー以上買っている人ですね、それによって継続率が違うよといったこういった把握ですね、その特徴把握なんかもスピーディーに実現可能になっています。はい、ありがとうございます。こういったサブスクビジネスに必要なこと、まだまだコンテンツスクエアではできること、さらにお客様の解像度を上げる機能というのがあるというところですよね。なるほどです。ありがとうございます。こういった本日いろいろとお話しさせていただきました内容につきましては、会場の外にディアワンのブースもございますので、そこで事例ですとか導入についての活用に不安がある方ですとか、そういった方ぜひぜひお話しさせていただければと思っておりますので、ぜひお尋ねいただけますと幸いでございます。さて、ちょうど
あと30秒というところでお時間いい感じになってきましたので、こちらをもちましてサブスクの成長加速 LTV 最大化に必要な顧客解像度の上げ方とはと題しましたセッション終了させていただければと思います。改めて和田さん、小島さん、ありがとうございました。ありがとうございま皆す。様もご清聴ありがとうございました。和田様、小島様、松田様、ありがとうございました。